今回はですね、急遽ちょっと私が前に所属してた職場のですね、戦友に向けた動画を作りたいなと思いまして、急遽撮影しています。で、私 SNS 上ではですね、今野良とらとしてですね、ちょっといろんな活動じゃないですけど、ちょこっとしたことをやってるんで、ここから野良とらとしてですね、挨拶をさせていただいて進めたいと思ってます。今回ね、ちょっと私の戦友の、転職という話を聞いた時にはね、もう非常にびっくりしたというのと同時にですね、やっぱりなみたいな思うところが私としてはあったと。やっぱりね、これもうあくまで持論なんですけど、いい人材ほどね、やっぱその目的とか意味とか価値とかそういったものをね、深く考えるんじゃないかなというふうに思ってて、彼のようなやっぱ優秀な人材、今後ね、会社を担うですね、管理者になってほしいなと思えるような人材、はですね、やっぱり自分自身のね、今後のキャリアアップっていうところを考えないわけがないんじゃないかなというふうに思って次第です。改まってね、こんな動画を作るっていうのはちょっと照れくさいことなんですけど、ただそのキャリアアップっていろんなことあると思うんですけど、ここでキャリアアップっていうのは、何もね、収入とか地位、社会的地位みたいなことだけではなくて、例えばライフワークみたいな、自分らしくというか自分の価値観に合ったというか、そういったことを考えた場合も当てはまるんじゃないかなと思ってます。で、やっぱり自分自身だけじゃなくて、私もそうでしたけど、やっぱ独り身ではない、独身者ではなくて、家族いる身だとか、家族にとっての人生設計だったり、そういったものを考えた上で、やっぱこのままね、自社に打算的に、勤務してていいのかななんていうことを考えたりするんじゃないかなと。ただね、やっぱりここがね、やっぱ人がいいというか、やっぱ責任があるっていうのがあって、やっぱ周囲、周りですよね、家族も含めた周囲の方たち、同僚もそうだし、顧客、会社のね、自分がお世話になった方たちのことへの影響なんかも考えてしまうと、結構八方塞がりになっちゃって、なかなか決めかねる、また前に進めない、判断しかねるというようなところに、負の連鎖がつながっていくのかなと。先にね、退職して、退職願いか、まだ僕も年金消化中なんで、退職願い出した野良とらことを私自身考えるところありまして、先ほど言ったみたいなね、こともやっぱり私自身も考えたことなのかなと思っています。ただ彼みたいな今までもね、いろんな環境変化があった中でもですね、的確に適応してきた有能な人材であればですね、今後どんな方向に
進もうと考えたところでですね、明るい前途しか見えないんじゃないかなというふうに私自身は思っています。先ほどからちょっと戦友なんて言葉を使ってますけど、年はだいぶ離れてて、私の方が全然上なんですけど、本当にいろんなことを私自身学ばせてもらったし、同じ、苦労で、苦楽を共にした部分もあったかなというふうに勝手に解釈してまして、この動画自身をですね、勝手に、戦友だと思ってる野良とらが戦友に、今後の手向けとしてですね、送る動画ということで、作成しております。それでは、この後にちょっと送りたい、私自身が参考にしている先人たちの言葉、戦友に送りたいと思います。未来に幸あれ。強くなることはないです。弱い自分に苦しむことが大事なことなんです。人間はもともと弱い生き物なんです。それなのに心の苦しみから逃れようとして強くなろうとする。強くなるということは鈍くなるということなんです。痛みに鈍感になるということです。自分の痛みに鈍感になると人の痛みにも鈍感になる。自分が強いと錯覚した人間は他人を攻撃する。痛みに鈍感になり優しさを失う。いいんですよ、弱いまんまで。自分の弱さと向き合い、それを大事になさい。人間は弱いままでいいんです。いつまでも弱い者が手を取り合い生きていく社会こそが素晴らしい。はい、それじゃあね、まず一人目、個人であるね、いかりや翔介さんの言葉をちょっと聞いてもらったので、これね、私聞いた時、非常に感銘を受けた一つです。これ自身、この言葉に言われていること自身は、彼自身がね、ずっと今日もこの上で、心のどっか奥底にはね、持ちながらいろんな従業員の方たちとね、対話してきたことじゃないのかなと思います。僕自身はこれを聞いた時に何を思ったかっていうのは、ギバーとかテイカーとかマッチャーとかね、あの辺のちょっと言葉がね、頭に浮かんだら大体こう、本当に統計がね合ってるかどうかわかんないんだけども、大半がマッチャーと言われてますけど、続いてギバー、テイカーと言われてますけど、彼自身は絶対にテイカーではありえないと僕は感じてるし、どちらかといえばやっぱりギバーの中でも2種類いて、与え続けて与えすぎてしまう人、自己犠牲型って言われるものと、自分にももらいつつ、相手に与え続ける、相手の利益を最大限に上げてあげようとするという他者思考型のギバーという方がいらっしゃる。彼は僕の見立てではそちら側の他者思考型ギバーなんじゃないかなっていう印象を受けてます。で
テイカーっていうのはね、もう相手構わず自分の利益だけ考える人のことをテイカーと言われるんだけども、マッチャーはバランス、もうとにかくバランス、だから今までもね会話してて、そういうこう波風立てずに、50-50が一番いいんじゃないっていう部分もあったかとは思うんだけど、なんだかんだ言って結果としては相手にとって何が一番プラスになるのかなっていうのを彼自身は提供してくれてたのかなというふうに感じてます。だから戦友に送るとしたら何がいいのかなと思った時に、僕自身がこの言葉を聞いて、碇谷長介さんのね、この言葉を聞いた時に、このギバーとかテイカーとかマッチャーとかっていうことを頭に浮かべたので、彼のような他者思考型のギバーの方っていうような方には今後の明るさしか見えないんじゃないかなと思ってこれを選びました。苦しい、困りました、災い、災難だ、苦難困難災難、こういうことがあるから不幸って思っちゃうわけよ。さあこういうことが起きない人生のことをないなんで無難って言うんだ。無難な人生、苦難困難災難が嫌なことが起きない人生のこと無難な人生っていう。君たち無難に生きてきてねえよな。無難な人なんて誰一人もいねえんだ実は。こういうことが起きないことは無難な人生って言います。しかしこういうことが起こることをないじゃなくてこの逆、あるなんて書いたらなんていう字だ。そう、ありがたい、ありがたいっていうこと。苦難困難災難って普通嫌じゃん。だけどそういうことが起きたことをありがたしっていう。辛いことあったら言葉にどんなことが出る？うっせえな、くっそーと、やってらんねえ、もうやめた、もう諦めたとか、なんでなんだよ、なんで俺ばっかり、あいつはいいよなとか、そういう愚痴をこぼすんだ。愚痴を、マイナスなことを言うんだ。弱音を吐くんだよ。吐くという字はプラスマイナスって書きます。これはいいんです。いいことも悪いこともどんどん言葉に出せっていうこと。嫌なことなんかは吐き出しちゃっていい。でもそこから成功する人、夢を実現させる人は少しずつ変化していくんだ。弱音は吐かなくなっていく。少しずつ少しずつ吐かなくなっていく。ポジティブシンキング、いいことだけを言っていく。自分の夢だけを俺はこうする、こうなるんだ、ああなるんだって言ったら、そのために必要なものが近づいてくるんだ。だから弱音を、マイナスなことを吐かなくなる。いいことも悪いことも言っていいけど、その後が大事。少しずつマイナスなことは取っていくんだ。少しずつ少しずつ少しずつ取っていくんだ。はい、なんていう字ですか。はい、叶うんだ。そうすれば夢は叶っていく。すごい、実現していくっていう。これテイク2 2人目、2人目はゴルゴ松本さん、お笑い芸人ゴルゴ松本さん。ただこの方今いろんな更生施設に入ってるような方たちに向けてとかもね、いろんな講義やってる方で、特にその漢字、文字に関することでね、講義やってらっしゃる、ということで今は有名になってるんだけども、その中でも今回選んだのは2文字、難しいという漢字と吐くっていう漢字ですよね。これまさに、野良とらも含めて、彼もですね、今現状にぴったりとくる言葉なんじゃないかなというふうに思って、これを選びました。どんなに辛い状況であってもね、それを転じてマイナスを吐いて辛いこと吐いてマイナスを減らして、それが転じてありがたいと、ありがたしと思えるような状況になった時、今後の彼自身の新しい夢とチャレンジにも花開くんじゃないかな。先が見えてくる、夢が叶う
んじゃないかなと思ってこれにしました。じゃあ続いていきましょう。豊かな日本が当たり前だった時代はとうの昔に終わりました。ものすごい勢いで東南アジア経済発展してます。彼らの中の高級取りの人たちは完全に日本人のホワイトカラーの練習を上回ってます。そんな時代に突入しつつあるんです。グローバル化っていうのはそういうことです。就職できて安泰だと思ってたらこれは大間違い。人間関係も大きく変わってくることでしょう。家族制度も大きく変わっていくことでしょう。だけれども未来を悲観することはないです。年金はもらえるんでしょうかと、これから日本はどうなっていくんでしょうかと、私はとても不安ですっていう人たちすごく多い。未来のことなんか考えることには意味がない。いくら準備してたって50年後のことなんか分かりっこないですよ。僕だって予測できないですよ。今から10年前に歩きスマホとかしながら Twitter とか LINE とかやってる未来想像できましたか？皆さんできなかったでしょ。未来にはもう楽しいことしかないと思うんです。どうやったら楽しくできるか、今を一生懸命生きることです。なぜ私がいろんなことにチャレンジをしていろんな失敗をしながら楽しく生きられてるか、今を集中して生きてるからです。僕は集中すると周りが見えなくなるぐらい集中します。皆さんもそうなってほしいです。これから生きていく上で大事なことは目先のことに集中することだと思う。長期計画なんか関係ないですよ。まずそれをやってください。今僕が言ったことを一つの言葉にまとめて、未来を恐れず過去に執着せず今を生きろ。はい、それでは、3人目は堀江貴文さん、堀江門ですね。私結構この方大好きで YouTube 毎日見ています。でこの言葉、この方のおっしゃった言葉っていうのが今も刺さってる。なんだろう、よくね、アイデンティティみたいな言葉も最近はよく耳にするんだけども、日本語で言うとなんかこう存在証明みたいなね、自分自身の存在証明というか、ただね、ちょっと僕は若干方向がずれるかなと、やっぱこのアイデンティティについては思ってて、アイデンティティって、これ結果ですけど、結果としては他者からの評価なんですよ。僕のイメージではですけどね、存在証明ってある意味自分自身で思えばいいこと、考えてれば感じてればいいことではなくて、逆に、自分も自分自身もだし、それ自体を他者に、社会に認めてもらってこそっていう部分があるので、これからね、向かっていく彼に対して、声優に対してはアイデンティティというような意味合いではなくて、どちらかというと、自己肯定感的なことで、皆さんの言葉を選んだって感じですかね。やっぱり必要なのは自分がどう感じてるか、どうしたいのかっていうところだと思うし、自分がそれで満足できるかと、決して他人の評価ではなくて、社会の評価ではなくて、そんなものはやっぱ堀江さんが言うように、10年後、20年後、50年後、そんな先のことなんて誰にも正確には分からない。今の僕もそうですよね。野良とらもそうだけど、この選択、彼の選択に対しても、いやもったいないよ、もっと待った方がいいんじゃないって思う方もいっぱいいらっしゃると思う。だけどそれが正しいとは誰も言えないし、僕の選択、例えば彼の選択が間違ってるって誰もわからない。先になってみないと。結果論だから。だからぜひ自分を信じて、今を生きてほしい。以上です。続いて最後にこの方、一番尊敬する方なので聞いてください。I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories.
The first story is about connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why'd I drop out? It started before I was born. My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. This was the start in my life. And 17 years later, I did go to college. But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I couldn't see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was, spending all the money my parents had saved their entire life. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path, and that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees.
We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Don't settle. My third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, "If you live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right." It made an impression on me. And since then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything you thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes.
I lived with that diagnosis all day. Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.スティーブ・ジョブズ、ちょっと外国の方なんですけどね、アップル創業者の一人ですよね。皆さん大好き iPhone を作った張本人であります。まさに今まで、聞いてもらってた3本の集大成と詰まった話なのかなと。すごいよ、我々にもね、めちゃめちゃ通じるところがある話なのかな、言葉なのかなと思って、ラスト、一番尊敬するスティーブ・ジョブズさんこと、そうですね、2つね、ポイントがあったと思うんですけど、コネクティングドッツ、点と点をつなげるっていう言葉。ただやっぱその点と点をつなげるっていうこの
点と点、今やってる、考えてる、実行してることって、点ですよね。ドット、一つの点でしかない。だけどこの点が必ずつながるって、いうのは今は見えない。誰にも見えない。僕ら自身にも見えない。僕自身にも、野良トラ自身にも見えないし、彼自身にも見えてないと思う。この先どうなるかなんてわからない。だけどやっぱり、自分の信念を持ってね、それをやり続ける。自分を信じることによってね、未来に、結果として点と点がつながっていくっていうことに、なっていくのかなという話かな。なんで今までね、苦労したことがいっぱいあったかと思います。この会社でね働いてて、いっぱい苦労したと思うし、ただこれってやっぱ一つの点、一つだけじゃないですね。いっぱいの点になってると思うんですけど、こういったことがこの先、今後プランを変更する、変えていくっていう選択をしたことでも、また点と点として、今後つながっていくのかなというところ。またそのために、stay hungry、stay foolish と、ハングリーであり続けろと、愚かであり続けろということが、これ僕大好きなんですけど、これをなんで選んだかって、やっぱり我々ね、グループ所属してた中で耳が痛くなるほどタコできるほど聞かされた愚直なんてね、愚直になんてことを聞かされ続けたとお互いに思うんですけど、ここに通じるものがあるのかなと思ってます。で、私もね同じように、グループ去る選択をしましたけど、それでもやっぱり私はこのエッジ旧エッジ、今もエッジはエッジかな、の創業者の精神が今でも大好き、浸透してます。その中でもやっぱり創業者の一人でもあった馬場久美夫さん、変人会みたいなね、ものを作って、1952年、52年かな、30人会っていう、博士をね、技術開発をしていけるような、日本を担っていけるような、育成をっていうところで30人会っていうのを1952年に発足して、その後1953年翌年にですね、変人会っていうものを作ったんですね。で、これがちょっと名前、その後後に変わって1959年かな、違う文字で、変人会というふうになった。この馬場久美夫さんの言葉で、私が一番このグループで浸透してる、一番大好きなことが、己を虚しをしてただ不正を尽くすという言葉があります。やっぱりね、自分の損得感情よりも、自分が必要なこと、相手が周囲が必要なことを自分自身が信じてやり続ける、損得感情ではないというような教えの言葉があるんですけど、このスティーブ・ジョブズさんの「Stay hungry, stay foolish」
続けろ、愚かであり続けろというところが、我々のね、教わり続けた一致精神にも通じる部分があるかなと感じて、この方を私は尊敬してました。スティーブ・ジョブズさん、亡くなっちゃったので非常に残念なんですけど、やっぱり、我々この業界で、会社が長かった、決して短くはなかったと思うので、今後もね、新しいことにチャレンジするという意味では、愚直に、ただ愚直に、自分を信じてやり続けていけたらいいのかなと思って、この言葉、このね、スティーブ・ジョブズさんの言葉を最後の送る言葉として選ばせてもらいました。今後10年、20年、30年、50年、人生長いですけど、愚直に、ただ愚直に自分を、家族を信じて精一杯頑張ってください。以上でした。